続いての作業は畳のね平刺しっていう作業になります。このようにザクザクとね、切っていきます。敷居が深かったら畳も分厚くしなければいけませんし、このように、返しの糸を締めていくということになります。はい、皆さんこんにちは。畳職人のタミーです。今日もよろしくお願いいたします。はい。今回は書院のこの畳を、収めるということで、ここにね、畳を敷きたいと思います。で、もう先ほどね、畳は、ここの近くのところまで全部運びましたので、あとはこっちの方に、並べて敷き込みをしたいと思います。それでは、レッツゴー！はい、それでは畳を敷いていきたいと思います。今回は10畳のお部屋です。実は畳を敷くのにも順番というものがあります。簡単に説明すると、周りから順番に敷いていって、最後に真ん中の畳を敷くという順番になります。畳って全部同じ大きさに見えるんですが、微妙に違うんですね。ですので畳を置く場所って決まってるんですね。伊藤畳店では畳の裏に方角が書いてあります。ちなみにこのお部屋は右側の廊下が北になり、左側の廊下、奥の廊下ですね、それが南側になります。そして向かい側の床の間のところ、あそこが西になって、手前の方がね東になります。畳を搬入しているところが東になります。今畳を2枚置いてありますが、ちゃんと置けてないですよね。なんか重なってる感じがあると思うんですが、これ実はちょっと畳ね長く作ってあります。実際の部屋の長さよりもだいたいどうやろう 1.5 ミリから2ミリぐらい長く仕上げてあります。畳を固めに入れた方が綺麗に収まるので、少し長めに作ってありますね。これも畳屋さんによってどれだけ長く作るのかっていうのは個々のね畳屋さんによって違うんですね。伊藤畳店ではだいたいこれぐらい、今言ったぐらいの長さでね、畳を作ります。で、硬くて入りにくいので今このように拝み合わせて入れてるんですが、畳を持ち上げた時に畳反対側が、つられて持ち上がっちゃうんですね。ですので今畳の上に、畳を置いているということになります。向こう側とこちら側に畳を置いて浮くのを押さえているということになります。はい、そしたらねこのままもう早送りはすることなく再生いたしますので、このままご覧になっていただければいいかなと思います。
はい、これでね、まあ大体畳敷き終わりました。で、まだね、完全に綺麗に仕上がってないので、木槌を使ってね、お手間っていう木槌を使って、畳を叩いてね、ちょっとなじませていきたいと思います。じゃあ今日5時まででしたね、それでね。はい、ということで、畳の方10畳、ちゃんと収めることができました。すごくいい感じで、畳が入りましたね。じわーっていうね感じで入っていくのが、僕大好きなんでね、思い通りに入ることができました。ということで、今回の動画は以上になります。ぜひね、この動画が良かったなと思ったら、
チャンネル登録の方よろしくお願いします。またね、高評価をしていただけるとね、また僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。あとまた SNS やっておりますのでね、そちらの方もフォロー、していただければいいかなと思いますし、いろいろな情報を発信しておりますのでね、またそちらの方もチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。